今回はセナにとって F1 レーサーの人生とは。セナは F1 レーサーの仕事をどのように考えていたのか、何をやりがいにしていたのかっていうのをセナの言葉から探っていきたいと思います。F1 レーサーとしてのセナのやり方に対してジャッキー・スチュワートはたびたび否定的な意見を言っていたように思います。それに対するセナの反論と合わせてまず紹介したいと思います。アイルトンが勝利のために注ぎ込んだ努力に見合う喜びを得ているとは一度も思えなかった。残念ながら私が見たところ、彼はレースにあまりにも全てのものをかけていたために、人生の幸福を必ずしも手にしてはいなかったようだ。ジャッキー・スチュワートさんから見ると、セナはレースに人生をかけすぎていて、人生そのものが幸せじゃないんじゃないかって言ってますね。それに対してセナは、僕の人生はレースだけじゃない。これは保証できる。そのことを理解できない人がいるだけなんだ。誰にとっても人生の中でただ一つのことをやり続け、それに成功するなんてことは不可能だ。セナは違うと否定してますね。僕はレースだけじゃないと。で、最後に書いてある、人生の中でただ一つのことをやり続けて成功するなんて不可能だ。レースだけに喜びを見出して、レースで成功する。そんなことはそもそもできないって言ってますね。いくらセナがスーパースターだとしても、そこはやはり変わらないわけですね。もしいい家族や友達や周りの特別な人たちがいなかったら、毎年毎回、レースをするための情熱や幸福や平穏を見出すことなどできはしないだろう。僕は自分の人生のそういう側面をレースから切り離している。これは心と平和のバランスを保つためにも必要だし、僕の人生の基本なんだ。自分の周りにいてくれる家族や友達、それがいなければレースをする情熱は見出せないって言ってますね。で、レースの世界にいる時にはそういう面を切り離してるんだ。何しろそういった日常の幸せ、周りにいる家族、そういうものがなければ心の平和を保つことはできない。人生の基本なんだよと言ってますね。やはりあくまで彼がスーパースターだろうが何だろうが、人として幸せに生きるためには当たり前の幸せが必要だし、それを感じていたわけですね。だからジャッキー・スチュワートが懸念していたことは、セナはとにかく違うと言ってますね。次に、レーシングドライバーという仕事そのものについてセナはこう語ってます。レーシングドライバーの人生で特徴的なことの一つは、短い間に多くのことをこなすことだ。僕たちは自分の人生をすごく集中して生きなければならない。集中して生きるからこそ、物事は早く変化し、あらゆることがあっという間に起きるんだ。これ言葉だけを見ていると非常にシンプルで、ちょっと伝わりづらいかなと思うんですけど、前に中島悟さんがこれに近いことを言っていて、その言葉と合わせて私、ようやく理解できました。中島さんが言っていたのは、レーシングドライバーというのは、毎日重大な決断に迫られる。重大な決断をしなければいけない仕事だって言ってたんですね。普通のサラリーマンであったら、何十年に一回、もしくは人によっては一回も決断しないようなことを、レーシングドライバーは毎日決断しないといけないって言ってました。それだけ聞いた時には私はあんまりピンとこなかったんですけども、このセナの言葉で少しだけ理解できた気がします。まずドライビングそのものでも瞬間瞬間であらゆる決断を迫られます。で、車から降りてもチームとの対応、もしくはスポンサーとの対応、インタビューだったり、常に完璧な立ち振る舞いが求められるわけですよね。それが自分がやりたくてもやりたくなくても次々に起こるわけなんですね。なんで集中していないといけないし、物事は早く変化する。あらゆることがあっという間に起きると言ってるのかなと私は解釈しました。だから常に正しく行動できるかどうかというのがとても大きな問題になってくる。プレッシャーやストレスがものすごくかかるから。ともすれば間違いを起こしそうになるからね。瞬間瞬間で重大な決断をさせられるわけですけども、もちろんそれに正しく対応して行動しなくちゃいけない。だけどその背景には強いプレッシャーやストレスがありますから、間違いを起こしそうになる。これはセナの言う通りですよね。F1 ドライバーというと、予選を走って、インタビューを受けて、ミーティングをして、次の日にレースをしてとやってますが、とにかく決断の連続なわけですよね。当たり前にこなしてるように私たちは見てますけども、そこにはとてつもない緊張感だったり責任がつきまとってるわけです。次に
セナがドライビングそのもののモチベーションについてはこう語ってます。多分僕の場合、モチベーションの源になっているのは、マシンに乗るたびに新たな発見ができることだと思う。アタックしたり攻めたりすればするほど新しいものが見えてくるんだ。そして次に走った時にはまた新しいものが見つかる。だからこそ常に向上心も湧いてくるんだ。前回の動画で紹介しましたけど、どんなに速い予選アタックを決めても必ず改善点があるとセナは言ってました。そしてここでも言ってる通り、乗るたびに新しい発見があると。あれほど究極のドライビングをしているように見えても、常に改善点があって常に発見があるわけですね。なので、ある意味それが楽しいというか、ドライビングそのもので言えば、それがモチベーションになるということですね。でも改めて考えてみると、セナほど上手いドライバーでも、やはり常に改善点があって、常に新しい挑戦があるわけですね。でも、レースに出ていくドライバーの心境はこういうもののようです。コックピットに座ってグリッドにつくと頼れるのは自分とマシンだけで他に何もないからね。これはある意味じゃとても孤独だ。これもセナの言葉を聞いて改めて思ったんですけども、テレビで F1 のレースを見てると車が何台も走ってますから、あんまり孤独というものは想像しづらいんですけども、それはテレビで見てる私たち側の見方で、車に乗り込んでいるドライバーはレースが始まったら頼れるのは自分しかいないわけですよね。途中でやめたとか、誰かやってくれってそんなことはできないので、レースをきちんと走らなくちゃいけない。その中でどんだけ最高のパフォーマンスを出せるかということを考え続けて走り続けるわけですね。ということは、セナの言う通り本当に孤独な作業、孤独な仕事なんだと思います。最後に、これは94年シーズンが始まる前にセナが語っていた言葉のようです。思う存分密度の濃い生き方をしたい。そうじゃないと人生が台無しになってしまう。だから僕はひどい怪我をしたりするのが怖いんだ。セナの生き方を見てれば、思う存分密度の濃い生き方をしたいという言葉はよくわかりますよね。そうじゃないと人生がもったいないって言ってるんでしょうかね。だから怪我をするのが怖い。怪我をしちゃうと密度の濃い生き方はできなくなっちゃうということを懸念してるみたいです。車椅子に座るのも、怪我をして病院でうなっているのも好きじゃない。もし事故で命を失うようなことになるんだったら、一瞬で終わってほしいね。中途半端に怪我をして不自由なまま生きていくことは怖いって言ってるようですね。で、最後の言葉がと私思ったのが、事故で命を失うようなことがあるのなら一瞬で終わりたい。セナがサンマリノグランプリでクラッシュした時に、車のパーツが飛んできて頭を貫通したりだとか、タイヤが顔にぶつかってすごい衝撃を受けたりだとか、偶然とも言えるような不幸が重なっておきました。それだけ聞いた時には、なんて不幸な事故なんだとも思いましたけども、ただこのセナの言葉だけを汲み取れば、中途半端な事故に遭うぐらいだったら一瞬で終わった方がいい。セナの事故は痛みを感じる間もなかったのじゃないかなと思います。はっきりわかりませんけど。もしそうであったのであれば、起きてほしくない事故ではありましたけども、一瞬で終わってほしいという意味ではセナの希望が叶ったのかなとも思います。今回この資料を読んでいて、改めてこれ気づいて、セナこんなことを言ってたんだ。初めて知りました。なので、あまり簡単な言葉では言いたくありませんけども、セナは短い人生だったけど、思う存分濃い人生を歩んだ。そして、レーサーとして彼の希望通り終わったとも言えるのかもしれないです。これも何度も言ってますけども、もちろん生きていて欲しかったし、年老いたセナが今インタビューを受けたらなんて答えるんだろう、昔のことをなんて語ってくれんだろうっていう、それを聞きたかったなと常々思ってます。セナの動画4本作りましたけども、とりあえず終わりにしたいと思います。また何かいい資料があったら作りますので、よろしくお願いします。